ルドマックスボスです。ボスだけです。今日はボスだけ、いやまあ年末で忙しいでね、みんなねちょっと朝撮っちゃおうっていうことで、こちらの車両はボバースタイルの、パンヘッドで、パンヘッド、じゃあこちら紹介していきます。行ってみましょう。こちらは、49年 FL のパンヘッド、まあ純度はまあまあ高いウィッシュボーンフレーム、リペイントですけど、まあ一応純正で出てた当時コンゴグリーンですね。コンゴグリーン、コンゴグリーン結構人気の色で問い合わせはすごく多かったバイクですね。でまあハイドラ残しの16インチボバーでちょっとこうフランダースチックな、多分当時のあれだからこれちょっと確認してないけど多分フランダースだと思うんですけど、形はまんまでシカゴのマーブルも入ってシフトノブセットで結構通好みのカスタムパーツですね。なんか当時きっとこういう風に乗ってたらおしゃれだったんだろうなっていう感じしますよね。ですね。メガホン、まあこれも純正の工具箱、エアクリーナーも純正で結構残ってますね。バッテリーもまあ12に変換してますけど、一応まあ6ボルトのケースカバーで、でキャリアスポルトもまあ当時の本物でしょうかね。キャリアはつくことが普通純正ですか？多分オプションだね。これいろんな形があるけど、メインスタンドも残して、まあ後ろね飛ばしちゃってますけど、ボバースタイルにちゃんとこの辺のまあガチャッと入るようになってる。そしてまあメーターも純正、ダッシュも純正、まあこの辺はオプションですよね。ポップ式のやつでこう引っ張りやすく、タンデムステップ、一応まあシングルですけど、まあ一応ステップをつけてほしいということでつけました。これタンデムはこのキャリアに乗る、いやまあ一応乗車装置としては、多分 OK だと思うんだけど、一応これソロ登録してあるんで、まあ車検の際に2人乗りにするならバディシートとヘルパースプリング、もしくはここにマットつけて乗車装置っていうまあことでもいいのかな。こんな前につくんですね、その後ろの人用のステップは。そうだね、ほとんどねこう膝が揃うだよね。この後ろの人のこの膝がねここに来るから、足とまあ乗馬してるようなスタイルだよね。これですね。これ僕なんか163センチしかなくて、もちろん足も長いわけじゃないですけど、これはもうちょっと足つきは日本人には。でもこれ体重で下がるからどうだろう。一応ボスはね、足が長い方では長いで有名だねあって、で体重は70キロぐらいでこの沈み方。そうだね。でこのシートポストのスプリングは種類があって、体重によってチョイス、それとあと若干調整もできるから、あんまりね柔らかすぎると底付きしちゃうから、適度に調整したりスプリングを変える、さりげないボバーでかっこいいですよね。かっこいいですね。ちゃんとこの辺も純正だね。これ後期になるとこのプレスが斜めになったり、これは正しいのかな。まあドラムも純正、結構純正残ってますよね。リペイントだけでほぼ純正残しのボバースタイルって感じですね。ちなみにこちらの車両はオーナーさんは何歳ぐらいの方が？年齢って難しいよね。僕らよりもちょっと若い方で、でもどうだろう、40半ば後半
失礼になっちゃうでねまあ若く言っときますから、はい、40半ば前半、はい、それで30代だったら怒られちゃうなまあハーレー乗るような方たちは多少大人に見える分にはまあでも結構落ち着いた方で、うん、今度はね週末週末はいっぱいだから平日にちょっと、はい、試し乗りに来るって言って納車ももういつでも OK っていうことで、前の動画でもボスも言ってましたけど結局ハーレーはこのシート、この設備が一番乗りやすいっていうことで、ね、カスタム屋としては言っちゃいかんけどと言いながら、ふかふかなんですよね。そうちょっと俺のよりもちょっと固めかな、でも長距離はすごい疲れにくいと思います、なんか初期にしてこの構造がもうナックルの時からそうだね出来上がってたっていうところがなんか、だからショベルまでずっと続いてるからね、シートポスト式は。でショベルのシートポストでやる人もいればここにちょっとパンタグラフっていうかねこう折りたたみ形状の、まあ、スプリングの効いたシートも出たんですよね。その後もうちょい機械仕掛けな感じ。そうだね、この1本だけじゃなくてちょっとこうクロスしてこうなるような感じかな。でシートポストがある間はこれも使えてたんだけど、はい、シートポストこのパイプがもうなくなるんですよね、はい、そのエボ以降というか、はい、そうすると4速フレームじゃなくなってくるともうこの形状が使えれなくなってでまあそっちの上だけでこう縮む、はい、でここに最もサスがついてるからほとんど車両としてはここにスプリングはいらないんだよね、はい、いらないんだけどまあダブルで上下でダブルでこうストロークするふかふかになるようにっていうふうに作ってましたよね、まあ、いつもはいろんなカスタムの紹介を、まあ、パンヘッドにしても他のにしてもずっとしてきましたけど、一応パッと見はこれが原型的なですね感じで、まあフェンダーレスリアフェンダーレス、はい、まああとハンドルがまあ普通ならもうちょっとこうね緩やかなアップダウンぐらいがまあ純正ですよね、なのでこっからいつも紹介する車両になるまで、取っちゃ切っちゃつけちゃ、いろんなことやって、まあ、こっちにもいろんなのありますけど、まあ基本ねリジットにするっていうとこからショベルの人たちはスタートなんだけど、まあこれはね最初からリジットフレームですんで、その改造する箇所がまず基本出来上がってるみたいなところはありますね。いわゆる外装部品だけやっていけば、いつもお見せしてるようなものになる。タンクを小さく、シートを低く、フェンダーを小さくでハンドルは上げたり下げたりみたいな、まあ、それだけで、まあ、あとは例えばスプリンガーとかあとロングフォークとか、まあ、それだけで基本のねこのリジット形状っていうのはもう変わらないわけですから、本当に外装だけですよね、ノーマルかカスタムかは。左側は何か、左はクローズドでまあクラッチを閉じ込めて、まあ純正ロッカーですね、これねクマさんのお手製で。お手製、これノーマルのコイルに見えつつ、実際ここから出てるのはおかしいよね、上から出るはずだもんね。横から出てるっていうことはこれ中のコイルはちょっと新しめのコイル、ショベルとか使う、そのコイルをこのケースを開けて中に入れて、作ってまた外してこれが交換できるように作ってたね。じゃあ火の飛びなんかはより安定してるけど、見た目的にはっていう。半分ノーマルチックで実際はカスタムして、そうですね、まあそんな感じでしょうかね。じゃあちょっと乗るのは若い衆が乗るということで、そう今日ちょっと商談のお客様が控えてますんで、じゃあまた若い衆が、エンジンかけて外に乗ってもらいます。
じゃあ商談の時のお話をお願いします。こちらは名古屋の愛様、フルカスタムじゃなかったんで、はい、エンジンオーバーホール、ミッションオーバーホール、はい、あと回転系ブレーキ系のオーバーホール、はい、一通りをやるっていうことでしたんで、時間はフルカスタムにすれば半分ぐらいで一応収めるということで、それよりもまたさらに、この車両に限ってになっちゃうんですけど、1ヶ月縮めることがこの車両まではできました。で一応来年納車だった予定を一応年内納車で仕上げましたね。熊さんが頑張ってくれて、商談の時はやっぱりこのフォルムが気に入ってくれて、でもうこの形を残したまま乗りたいっていうことでね。じゃあ最初から展示してあった状態がもうこんなような状態。この状態ですね。これを作ったんじゃなくて、飾ってあるものを気に入ってそのまま仕上げたっていうことですね。整備をしたり、さっき言ったコイルをやったり、プライマリー側もやって、あとはオーバーホールですね、全体的な。熊さんがかなり試乗を何回も行って調子、ちょっとねオーバーホール後もね調子がなかなか整わず、ちょっと時間がかかったですけど、しっかり収めて、お客様も周りにこういった感じの仲間たちもいらっしゃるみたいで、周りの方々もコメント寄せてくれたり、楽しみにしてくれてるっていうことで、周りがじゃあボバだったりオリジナルの集団だとやっぱそうなるんですかね。やっぱそういう人たちの中でやっぱりこういうものが好きになっていくっていう感じですかね。これちなみになんですけどチョッパーを作ってカスタムフルカスタムしていくよりも、さっき言ったオリジナルパーツとかが多く入ってるっていうことで、同じパンヘッドで比べたらこちらの方がお値段はそうだね、やっぱ純度の高いものほど、年式の古いものほど高いっていうのがやっぱハーレーですかね。じゃあそういった感じにはなってるわけですね。チョッパーパーツは基本パーツ自体はね、その年式の古い、当時もののレアもののなんていうパーツでなければ、例えば新品のチョッパーパーツ、アフターパーツっていうのは基本安いんですよね。例えばタンク一つにしても、純正に比べれば10分の1みたいな金額で全然買えちゃうんで、桁が違っちゃったりしますね、よくね。本当にこうチョッパーっていうことでチョッパーパーツを組んでいけば、基本そんなにかからない、分純正を集めれば集めるほど高いっていうね、その差は大きいですかね。じゃあ一応今日は作ってないって言うと変ですけど、それこそチョッパーパーツを作ってないということで、この辺でよろしいですかね。ですね。カスタムはあまりしてません。名古屋の愛様、お待たせいたしました。一応連絡がついて、試乗をしながら納車ということで予定してます。楽しんで皆さんと乗ってください。この動画が楽しかったじゃない、面白かった人、グッドマークとチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。オールドバンクス。